さて皆さん、ついに出ましたよ。僕がね、本当待ちに待ってたレンズが本日ついに発表されました。それがこちら、ソニーの 1635F2.8GM2 になります。GM の第3元レンズが、GM2 としてね、一昨年あたりからリニューアルされ始めて、1本目が70-200の GM2 で、2本目が 2470GM2 と、それぞれかなり小型軽量化されて、なおかつね、写りもこれめちゃくちゃ評価が高かったので、これはね、広角ズームも期待できるぞと思って、本当首を長くして待ってたんですよ。そして本日ついに満を持して発表されたこの 1635F2.8GM2 はなんと AF でフルサイズに対応した 1635F2.8 としては発表時点で世界最小かつ最軽量と、これはね来たと思って、まさか世界最小最軽量とはいやーね、もうほんとねこれ期待以上でした。というわけで今日はね、この新しい FE1635F2.8GM2 が、一体どのくらい進化したのかっていうのを早速ね見ていきたいなというふうに思います。ほんじゃざっとレンズのスペックはこんな感じになってます。まずね驚くのがやっぱりサイズで、重さが約 547g、 全長が 111.5mm となっていて、これはね前のこっちのモデルから全長でだいたい 10mm、 重さでなんと約 20%、 だいたいね 133g、軽量化してます。で 547g っていうと、この 35mmF1.4GM の、これ単焦点が 524g なんで 1635GM2 の方がね、一回りは大きいんですけど重さはほぼ同じなんですよ。このインパクトはやっぱでかいですよ。で新旧このレンズの比較なんですけど、左右に並べてみると数字上ではね約 10mm 短くなったとあるんですけど、言って 10mm かと思うじゃないですか。でこれはあくまで一番短い状態の時の比較で、こんな感じでグッとズームリングをね広角側に回して、引き出すとその差がねさらに大きくなって、僕がね測った感じだと約ね 19mm ぐらい短くなってるんですよ。これはねやっぱり結構でかいですよ。自撮りをする時なんかは片手でカメラを支えるので、中学校とかでね習ったようにこの視点から重心が離れればやっぱりテコの原理でそれだけ重たく感じるから、それね 133g の差は明らかにやっぱりね大きくなってくるんですよ。でここまでね小型軽量化すると、肝心の写りはどうなのかっていう話で、これねスペック見るとガラスが減ってたりと、世界最小最軽量を達成するのに写りを犠牲にしたんじゃないかと、疑っちゃうんですけど、当然ねそんなこともなくて、こっちの旧モデル、これも GM レンズだけあってやっぱりね中央から、周辺まで非常にね良好な写りをしたんですけれども、この新レンズも中心から端まで非常にしっかりと改造していて、めちゃくちゃやっぱりこれぞ GM っていう感じが使っててしました。特にねこっちの現行モデルと比較した時に写りでね差が顕著だなと思ったのが色収差で、現行モデルは割とこんな感じでね結構色収差が出やすかったんですけど、 GM2 では大幅に色収差が抑制できているっていうことがねこれを見るとわかるんじゃないかなと思います。でその他にもやっぱりねこっちの現行モデルは、発売から6年経ってるっていうこともあって、ありとあらゆる面でねこの新しい方は改良されていて、例えばフレアとかゴーストなんですけど、これもね最新世代の GM レンズでは、おなじみとなっているナノ AR コーティング2が施されていて、比較してみるとね、これもね確実に良くなってるのがわかると思います。また最短撮影距離が28センチから22センチと6センチ短くなって、6センチかと思うかもしれないんですけど、でもこれ撮影倍率でいうと 0.19 倍から 0.32 倍になったことで、ぐっとこれね何かに寄って撮影した時に約 1.7 倍も大きく撮影できるようになったのは、これはね結構大きな進化ポイントだと思います。
でオートフォーカスに関してもこれまた最近の GM レンズではおなじみの XD リニアモーターとなっていてフローティングフォーカス機構になっているのでこっちのね、現行モデルと比較しても約2倍 AF の速度が向上してます。旧モデルの AF がそこまで遅いっていう感じではなかったかなと思うんですけど、とはいえやっぱりね6年前の旧モデルの発売時から、今ではこの連写性能がねめちゃくちゃ高い α1 であったりだとかあとは動画でも 120fps のスローモーションが撮影できるようになっていたりと、やっぱりどうしてもシビアなねピント合わせが求められるっていうケースも増えてきているのでそういった撮影をされる方であればここもね非常にポイントが高いんじゃないかなと思います。であとね動画視点ではこのね 1635GM2 はフォーカスブリージングがこれほんとねめちゃくちゃ少ないんですよ。見た通りこれほとんどねフォーカスブリージング出てないんですよ。いやーなんでねこのね1635はほんと動画撮影でめちゃめちゃ使いやすいレンズになってます。現行モデルでは、絞りとズームリングの他には、AFMF の、切り替えスイッチとあとフォーカスホールドボタンが1つだけと、かなりねシンプルにはなってたんですけどこっちのね新しいモデルではまずねこの絞りリングがついたのでこれはね非常にポイント高いですね。でさらにねこの絞りリングの切り替えスイッチがついたので絞りを変える時にこんな感じでカチカチカチと絞りを変えることもできるしこれ切り替えてぬるっとした感じでね切り替えるってこともお好みでできるようになってます。であとはその絞りのところにもう一つこのねアイリスロックスイッチがついていて絞りを任意の F 値で固定できるっていうものではなくてなんか名前を聞くとそうなのかなと思うんですけどあくまでO とかそれ以外かをそのね切り替えをロックするっていうようなスイッチになってます。さらにねフォーカスフォールドボタンが2つになったことによって横縦どちらでもね撮影時にフォーカスホールドがしやすくなりましたしそれ以外にもいろいろなね機能を割り当てることができるのでカスタマイズ性っていうのもだいぶ向上したんじゃないかなと思います。あとねこれはね正直好みが分かれるかなっていう気はするんですけどズームリングのね重さこれがね新旧ではかなり違いがあって旧モデルではここがね結構ね重いんですよ。回しにくいっていうことはないんですけど例えば手持ちで動画撮影中にズームリングを回すとやっぱりねちょっと頑張ってもカメラがどうしても回した時に揺れちゃうんですけど新モデルではこのねズームリングがめちゃくちゃ滑らかに軽くなっているので個人的にはねすごく使い勝手が良かったです。ズームリングが軽くなったからといってこうやってね俯瞰撮影していてこの鏡頭部分が落ちてきちゃうっていうことはないのでそこはね安心してもらって大丈夫かなと思います。このレンズ僕現時点ではいくらになるか知らないんですけどいくらでも買いますよ。このチャンネルのね動画はほぼ20mm、24mm、あと 35mm のレンズでね、だいたい8割方は撮影していて、で、20mm は僕ね、主に手持ちの自撮り用で、24mm は背景を大きく取り込みたいポートレートムービーや、こういったね、YouTube の撮影、これもね、今 24mm で撮ってますし、であとね 35mm を、ポートレートのクローズアップであったりだとか、あとは B ロールの撮影とかね、それ以外にも結構ねスチルだとスナップ写真とかでも結構使うことが多いんですよ。やっぱりこの僕のお気に入りの3本常にこの3本を持ち歩くかというとさすがにそれは厳しいので、今日は気軽にレンズを1本だけ持って出かけたいななんていう時にこの辺りの画角をカバーできるような広角ズームレンズがねほんとずっと欲しかったんですよ。やっぱりね 16mm スタートっていうのがかなり使いやすいんですよ。自撮りも1人どころか2人を画角に収めて、Vlog を撮るっていうのも全然余裕だし、ジンバルに乗せてねズームしても重心が全然変わらないので本当バランスも取りやすいですし、あとはね例えばハイフレームレートで
スーパー 35mm にクロップされる場合だったりだとか、あとは FX30 といった、APS-C 機で、こう動画を撮るっていう場合にも、だいたい 24mm から 50mm くらいのね、ズームレンズとなって、僕が作品を撮る時によく使用している、24mm、35mm、50mm をカバーできているので、本当ね、むちゃくちゃ使い勝手がいいなと思います。多分ね、そこそこいい値段はするんでしょうけど、でもこの汎用性で、この操作性、そしてこのサイズ感と何より写り、これはね、広角レンズをよく使うっていう方であれば、もうね、本当間違いないんじゃないかなと、このレンズは。思います。で、現時点では僕もまだがっつりこのレンズで作品撮りが、できていないんですけど、でも遅くともこのレンズがね、発売するまでには1本これで作例動画を作って皆さんにお届けしたいと思うので、予約開始とね、同時にすぐもう注文するっていう方もたくさんいるとは思いますが、いやー、どうしようかなと、ね、迷ってる方でもう俺の背中を押してくれという方がいればですね、ぜひそちらのね、作例動画の方を、動画のチャンネル登録をして楽しみに待っておいていただければなというふうに思います。はい、というわけでね、本日の動画は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。